花びらってね、必ず同じこう大きさでね、5枚本物の桜の花びらってあるわけではないので、うまくこうバランスを崩すってわけではないんですけど、完璧すぎないというか、そういったこうバランスが、ポイントになってきますね。駆け出しの頃とかは結構完璧に作ろうとこう、全部が同じ大きさになるようにこう作ったりもしたんですけど、である時その先輩に、これだとその自然のものというよりかはおもちゃみたいだというふうにこうアドバイスをいただいて、やっぱりこう自然のものをね表現しているっていうところが、和菓子の醍醐味ではあるので、うまく崩すというか、本物にも見えるんだけどお菓子にも見えるというか、そこのこうバランスを見つけるっていうのが一つ、ポイントですね。お茶席とかだと、斜め45度から動かしてこういう風に見るんですね。これだとこう、そちらが正面になるんですけど、若干だけこの下の花びらを、少し小さめにして上を少し大きくすることによって奥側が大きいので、些細なものですけど遠近法じゃないけどちょっとこうバランスよく見えるというか、奥の方を少し大きめに作るというか。スプーンの背中を使って切っていく技法を、さじ切りって言うんですけど、スプーンの背中で切り起こしていく時の力加減がとても大切で、スプーンを入れる角度であったりとか、スプーンを切り起こしていくタイミングが違っちゃうと、この綺麗にですね、こう山形に花びらが広がっていかないんですね。タイミングと力加減がポイントで難しいところなんですけど、専門学校でこのさじ切りのお菓子、特にこのバラとかを練習したりしてたんですけども、最初は全然できなくて、できるようになるビジョンが全くなくて無理だって思ってたんですけど、やっぱり練習してるうちに自転車と一緒で、ある日乗れるようになるのと一緒で、ある日なんかコツをつかむような感じでできるようになったものなんですけど、もうそれぐらい最初は本当に全くできなくて、なんかちょっとこう思い入れのある技法ではあるんですけど、で大体スプーン2種類ぐらいで作る人が多いんですけど、僕は、強弱をつけるためにもこういう風にちっちゃい、スプーンも使って小中大とだんだんこう花びらの動きを表現していくっていう風にしていますね。いろいろこうお土産屋さんとか、そういう雑貨屋さん入るとたまにこういう風に掘り出し物というか、お菓子に使えそうなものがあったりするので、そういったものをちょこちょこ買い揃えてて、自分のお菓子に落
落とし込んでいくっていうことをしてますね。はい、大泉さんのですね、へ指がすごく綺麗だなってありがとういうのがございます。さっきからすごい印象的なんですけど、やっぱり手のケアとかしっかりされるんですね。やはりまあそうですね、お菓子直接ね触る機会っていうのもどうしてもあるので、ね、なるべくこう綺麗な手でこう扱いたいなっていう思いがあるので、寝る前ハンドクリームだったりとか、キューティクルニッパーってちょっとねささくれができそうだったらすぐケアしたりとか、日頃からなるべくその綺麗にするようにはしてますね。これ法案っていうんですけど、法案、包む案と書いて法案っていうんですけど、手の跡指の跡がつかないように包むっていうのがとても大切で、駆け出しの頃に一番最初に師匠に叱られたのがこの法案というものなんですけど、やっぱり最初下手くそなんですよね。流れとしてはだいたいこう1年目2年目とか下っ端の人間がお菓子を包んでいって、でそれをこう経験のある、先輩方や師匠がこう最後の仕上げをするんですけど、下手くそなので手の跡指の跡が多少ついてしまう。でそうすると師匠に叱られたのが、やはりこうどんな優れた技術を持った職人でも一番最初にね綺麗に、包めていないと繊細な細工をすることができないと。なので、今はねこう包むだけっていう非常にこう地味な作業かもしれないんだけど、やはりこう自分もね大切なこう工程の一部になってるっていう責任感を持ってこう完成形をイメージしながら作業しなさいっていうふうに、指導していただいて、何回も何回も練習して手の跡指の跡がつかないように包むっていうのをこう習得することができたので、基礎中の基礎の技法ではあるんですけど、とても大切な、そして思い入れのある技法ですね。包む時もそれこそ手のひらを使ったりとか、力加減とかも非常に意識しながら作業しています。ヘラを使って切っていく、ネルキの花びらを切っていくので、ヘラ切り菊っていう風に名前がついているお菓子ではあるんですけど、それをですね少しアレンジしてひまわりにしています。こっちが羊羹と、こっちが金緑っていうものなんですけど、どっちもね寒天を使ったもので、こっちは寒天とお砂糖で、いわゆる和風のゼリーみたいな感じで、このゼリーにあんこを入れてあげるとこういう羊羹になるんですけど、緑色に着色したものを薄く流した
もので、まずですね、この筋力を潰してね、細かくしていきます。ひまわりは本当に職人によってさまざまな表現方法が、あるんですけど、今回はこのヘラキリ菊っていう、菊の花を作る時の技法をちょっと応用して、こうまん丸なデザインでねひまわりを表現することによって、ちょっとこう可愛らしい感じの優しい印象のこうひまわりにできたらいいかなっていうので、こういった感じで仕上げてみました。我々、和菓子職人もこう本当に人によって特徴があって、キレのあるような表現をされる方もいれば、どっちかというとこういう可愛らしいような優しい表現をするような方とかもたくさんいらっしゃって、それぞれ特徴が出るんですけど、自分の中の表現方法の好みとかが優しい印象に近い感じだったので、じゃあそこを伸ばした方がいいかなっていう風なところで、優しい印象とか可愛らしいデザインっていうのを日々作るようにしていますね。最初ね、作るお菓子がなんかね、こうのぺっとした、のほほんとした表現になっちゃってたんですよ。よくそれこそ1年目2年目とか最初の頃って、下手くそだったってのもあるんですけど、どうやってもそうなっちゃうので、なんかこうやっぱ自然にそうなっちゃうってことはそういう特徴なんだろうなと思って、じゃあその特徴を伸ばそうと思って、そののほほんとしたところをもう少しこうブラッシュアップして優しい印象になるようにね、短所を長所にじゃないけど、そういう風にしたというか、今もまだ努力してる最中なんですけど、花芯って言って花びらのこの花弁の部分のところなんですけど、を作るための道具なんですけど、菊の花の締めを作るための道具ですね。これを使ってまずちょっとここに目印をつけてあげます。いきます。
もともとは国家資格の1級の試験課題にもなっていた、そうですよ、はい、デザインで、これのもっと大きいものなんですけど、これはそれをちょっと小さくね仕上げたものなんですけど、なんか見てるとちょっとこう震えたりしないのかなっていう、それもですね、実は見えない技術というか、テクニックがあって、はい、ただ切ってるだけだとどうしてもブレてしまったりするので、はい、こう切るときにですね、左手の親指でこう刃先をこう押さえて切ったりとか、ただ切ってるだけじゃなくて、この左手もちょっとこう角度を調整してたりとか、そういった工夫がしてるんですけど、これもですね、最初全然できなくて、山形に対してハサミを入れていく角度とか、切るタイミング、切ったタイミング、離すタイミング、これが全部揃ってないと尖った繊細な形になってくれないんですよね。ハサミ軸は主に2種類あって、今みたいにこう上から切る上段切りというものと、下から切る下段切りというふうに2種類あって、上段切りは最初ちっちゃくて、それからだんだん大きくなっていくので、切りやすくはなっていくんですけど、ただ最初が細かいのでバランスを取るのが難しい。最初ずれちゃうとだんだんこうね、外側がこう歪んでいってしまうので、たまにこのハサミ軸に関してはなんか自分でもよくこれ作るなって思ったりする時がありますね。作り終わった後のを見たら、よくこれこんな細かい作業ねするなっていうかできたなみたいな。ものづくりに携わる人ほとんどに言えることかもしれないんですけど、誰かね感動させるにはまず自分自身の心が感動して揺さぶられてないといけないと思うので、面白くないなというか、なんかつまらないな、同じ作業してるなって思った時って、なんかやっぱどこか自分自身の作品っていうかね、飽きてしまってる時だなと思うので、やっぱりそういう時は、自分自身のこう勉強不足だなと思って、新しい刺激取り入れてなんかちょっと違うことやったりとか、日々工夫はしてるんですけど、家族とかからは自画自賛だなんて言われたりするんですけど、やっぱりこう自画自賛できるぐらい心がね揺さぶられると、いい作品ができたのかななんて思ったりして、次はですね、下段切り、今度は下から切るものなんですけど、今度はですね3色でぼかす技法をやってみたいと思います。
でんぷんをかけてあげるとキラキラキラとね、ちょっとこうラメみたいになるので、ちょっとアクセントでつけます。いきます。最初大きく、それがだんだんちっちゃくなっていくので、バランスの取り方がやはり難しいですね。最初が歪んじゃうと全部歪んでしまって、どこ切ったらいいか分かんなくなっちゃったりするので、均等ななるべく大きさでバランスよく切っていくっていうところが難しいというか、大切なポイントになってきますね。お祝いの時なんかに使われたりしますね。祝い菊っていう名前で、和菓子の国家資格の1級の試験課題にもなっているもので、ハサミ菊っていうのは、はい、これはね今 50g っていう手のひらサイズの大きさなんですけど、1級の試験課題の時はですね 250g っていう本当に手のひらに乗るようなもっと大きいやつ、お椀みたいなやつを、決められた時間内に、そして決められたこの段数でね、切らなきゃいけないっていう試験課題なんですけど、この道何十年っていう先生方がね、やっぱ近くにいるっていうプレッシャーにも負けないようにこう切っていかないといけないので、いろんな総合力が試されるものにはなりますね。これも最初全くできなくて、そうですか。これこそできる気がしないと思ってたんですけど、本当にある時コツをつかんでっていう形で、一つ間違えると、もう終わりみたいな感じ。そうですね。和菓子はね、修正とかなかなか修正が難しいので、上手にねカバーする方法っていうのはもちろんあるんですけど、基本はもう一発勝負で、瞬間芸なんて言われてるんですけど、こういう風に失敗しちゃったと思ってもう一回こうぐるぐるって丸めてやろうとしても乾燥しちゃって、よりこうバリバリになってひび割れちゃったりとか、もちろん食べた時のね食感が悪くなったりとかしてしまうので、基本はもう一発勝負で。食べるのがなんかもったいなくなって感じそうですね、皆さんそうおっしゃっていただけますね。
専門学校の時の先生がおっしゃってた言葉が僕の中でも素敵だなと思ったんですけど、僕最初下手くそだったので、和菓子職人に大切なのってやっぱり技術とか集中力ですかねって相談した時に、いや違うと。経験とか技術ってのはもちろん大切だけど、それよりも大切なのはイマジネーション、想像力だよっておっしゃっていただいて、やっぱりその職人の想像力が形となって誰かを感動させるっていう風につながっていくので、自分の中でも想像力を働かせて喜んでもらえるような新しいお菓子を作るように日々チャレンジしているので、イマジネーション、想像力、そこが原動力かなという風に思いますね。僕の名前が翔太っていうので、僕のお菓子食べた時に、心が潤うような、そして心が羽ばたくような、飛翔の翔でね、そういった思いが届けられたらいいなというふうに思ってお菓子作りに取り組んでます。